こんにちは、青22号です。長谷川のカルソニック日産 R91CP を作っています。今回はトランスミッション部分の塗り分けをしていきます。大まかな塗装はすでに終わっていますが、主に後ろの部分の細かな塗り分けを進めていきます。この部分は黒やシルバー、クリアブルーなどを塗っていく必要があります。どのような順番で塗っていってもいいと思うのですが、私は黒、シルバー、クリアブルーの順で塗っていくことにします。というわけで、すでに塗ってあるメタリックグレーを残すところをマスキングしていきます。メタリックグレーで残す部分はメインの部分と後ろの突き出た棒のような部分です。この後に塗る黒で塗ったところは、さらにその後に塗るシルバーの下地としても活用します。ちなみに黒いサスアームがすでにトランスミッション部分に接着されていますが、サスアームは取り付けない方がマスキングはしやすいです。これは私が単純に間違えているだけです。接着してしまったがためにサスアームもマスキングしなければならなくなるという無駄な手間が増えています。ちなみにマスキングした時のテープ同士の細かな隙間はマスキングゾルで埋めています。マスキングゾルがある程度乾いたらセミグロスブラックを塗っていきます。塗装する面積は少ないので塗料は濃いめに希釈しておきます。圧力も少し低めにして塗っています。次にシルバーを塗っていくためのマスキングをしていきます。先ほどマスキングしたところは剥がさずにそのまま再利用しています。今塗ったセミグロスブラックを残すところをマスキングしていきます。そしてシルバーを塗っていきます。やはり塗装する面積が少ないので希釈は濃いめにしています。シルバーはなるべく厚塗りはせず、塗る量はできるだけ最小限にすると綺麗なメタリック感が出ます。シルバーが乾いたらさらにマスキングをしていきます。言うまでもないことかもしれませんが、ここまで塗った黒やシルバーは塗装した後は2時間以上乾燥させてしっかりと乾かしておきます。十分に乾かさないままマスキングをしていくとテープなどによってシンナーの揮発が遮られてしまうので、塗膜が乾燥できなくなるだけでなく、塗膜が柔らかくなってテープの跡がついてしまうことがあります。なので塗ってすぐにマスキングしていくときはできるだけ時間を空けた方が無難です。今回の場合もやはり塗装後に2時間程度空けてからマスキング作業をしています。というわけでクリアブルーを塗っていきます。ところで今回のように説明書でクリアブルーで塗る指示があったりする場合、説明書には何も書いてなくてもその下にシルバーを塗ることを前提としていることが多いので注意する必要があります。こういったことは半ば暗黙のルールのようになっていますが、知らないで下地を違う色で塗るとあれれという結果になるので注意します。塗ったクリアブルーがある程度乾いたらマスクを剥がしていきます。このトランスミッション部分の塗装に関してはこれでほぼ完了ということになります。一部ナットのところなどのごく細かいところを色差し程度に塗るところは残っていますが、それはまた後日やっていくことにします。一方ボディ周りのパーツでまだ塗装が完了していなかったパーツがあるので、そちらを進めていきます。主にリアウィングのパーツとなるわけですが、今塗っているフロントの底面のパーツは当初上面はカウルで隠れると思っていたのですが、完成後もよく見える部分があることに気づいたので白から塗り直しています。リアウィング周りは片面は塗装済みでしたが、反対側はまだ手つかずだったのでやはり同じく白から塗っていきます。これらはプラ地肌に直接ファンデーションホワイトを塗っています。リアウィングのうち細い方の羽は赤を塗っていきます。赤は裏側を塗った時と同じタミヤビンラッカーのピュアレッドを使っています。あまり一度に濃く塗ると色ムラが出やすいので、希釈はわずかに薄めにして薄く塗り重ねていきます。ニードルは絞り気味にして塗料の出る量を少なめにしながら塗ります。あまり一度に多く出すと表面に乗った塗料のシンナーが乾くのに時間がかかってムラの原因となるからです。続いてブルーを塗るグループです。塗り方の考え方は先ほどのピュアレッドを塗った時と同じです。
あまり希釈しないで塗るとすぐに色味がつくのはいいのですが、その分塗ったところと塗ってないところの色の濃度差がつきやすくなってしまいます。というわけでシンナーを少し多めに混ぜて希釈は薄めにしておきますが、一度に多く塗ると今度は表面に乗った塗料のシンナーが乾ききるまでに時間ができて、その間に塗料が表面で流動して表面張力によって塗膜の厚みに差ができて、結果色ムラとなって現れます。なので塗るときは塗るときでニードルを絞って塗料の出る量を少なめにして塗っていくのがコツとなります。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。